しよう。快適でしたね。Hello, I'm here to check in. Can I have your passport? Yeah. It will be reminded on the third floor and the back number is 6. Here your local key I6 Yep. and here your elevator. Oh, you have elevator? Yeah. Ah, okay. So if you don't actually I6 か。yeah, I6. should stop you don't realize it's on hot so you can listen. Yeah. Thank you. Third floor. Yeah. Like You this. remember that? Yes. Thank you very much. どこですかね。I6。この上です。6? Yeah, 6. Thank you. Right below you. Huh? I'm right below you. Oh, sorry for. I'm not noisy. You're noisy? I'm not noisy. Oh, me When neither. sleeping. Thank you very much. はい、というわけでこの上に着きました。はい、ちょっと軽いですね。前のところより登りやすそうです。気づかなかったですけど、コインポの左隣、隣の隣の隣に店舗型の店もあります。これは多分新しくオープンしたんですね。ここも値段一緒になってるんで同じ店だと思います。メインフォアの前から出発しました。ちょっと、宿で休憩して、休憩中に全部 GoPro のデータとか全てクラウドにアップロードして、充電もバッチリして出てきました。今からちょっとエッグコーヒーのお店に行こうかと思います。今日は昨日に比べてあんまり歩いてないので体力もまだもうちょっとあるので、少し散歩してみたいと思います。はい、すごいですね。外に出るともう戦場です。ベトナムの良い点としては、スタバもあるんですけども、ちょっとカフェが至る所にあるので、カフェにすごく充実してます。なので、休憩所がてら充電がてら、なんか勉強したりとかっていうので編集も多分できますね。すごく快適にカフェでの作業がはかどりそうですね。カフェのクオリティが高いです。ただデカフェはあんまなかったですね。ハイランズコーヒー、イオンのハイランズコーヒーで聞いてもなかったですし、あんまりデカフェっていうアイデアがあまりないみたいでした。ベトナムのなんか趣のあるカフェの特徴として、こういう角の店ですね。角の店が結構カフェとか、あと大衆食堂みたいなところは結構角に流行ってる店が多いですね。多分交差点を眺められたり景色がいいんだと思います。この2階とかもちょっとおしゃれですね。日本にあったら絶対流行りますね。そういうカフェがたくさんあります。リンカフェっていうのも一昨日昨日もちょっと目に留めてたんですけど、すごいおしゃれです。これもまた角です。角の法則があります。ここはなんか工事中みたいですけど、工事中のホテルみたいですけど、なんかこの辺りのホテルは全部こういう風に1階はこういう風に階段がガーッと登っていって、その上にこうエントランスがあるみたいで、私の推測でよると、多分なんか川が増水したりとかして結構浸水するんじゃないかって勝手に想像してますが、どうでしょうか。知ってる方いらっしゃいますか。あそこがベンタイン市場なんですけど、ここですね、こういう道沿いのところにオッキヨっていうカフェがありました。これ知らなかったら絶対見逃しますね。ここはエッグコーヒーが有名らしいので、ちょっと行ってみたいと思います。地球の歩き方にも載ってました。すごいですね。いきなりベビーカーと車椅子は不可能ですね。
take your order at the table, so you can take a seat OK first. Thank you 先に席に座らせるんですねはい、これがメニューですねめちゃめちゃおしゃれですねめっちゃ種類ありますねコールドちょっとあったかいのがいいですね昆布茶食べ物系ですねIs this a cafe? Yes. I want a hot one. Hot one. Yeah. It will take about 10 minutes. It's okay. No problem. Yes. Please. Thank you. はい、来ました。エッグコーヒーです。ポットのポットですね。これで7万5,000ドンでした。すごい美しいですね。店内もほぼ満席です。Can I ask you, when I drink fast or mix first? Drink, yeah. Yes. You can try the egg on top first. After that, you can mix it together. After, yes. Thank you. すごく濃厚な味で美味しいですね。これは日本にはないですね。日本でも絶対売れると思います。ここはすごくコーヒーにこだわりを感じますね。ベトナムでは初めてお水が出てきましたし、あと、タバコ禁止、ペット禁止、あと何かも禁止にしてで、隣では新人店員さんの教育を多分やってるんだと思います。はい、では出てきました。非常に濃厚なカフェで美味しかったですね。すごい店内もなんかすごくオーガナイズとされてて綺麗な日本のカフェみたいです。なおかつおしゃれで、またさっきのカフェの並びにあるんですけど、コマカフェですかね。このライティングが超おしゃれですね。あんまり混んでないみたいですけど、内装もやばいですね。めちゃめちゃおしゃれです。でも全然人いないです。高島屋の地下の2階に来てみました。マクドナルドがあったので、ちょっとメニューチェックしたいと思います。あれベトナム語でしてしまった。やべえ、わからん。やべえ、わからん。ビーフ、ざっくりしたプロスペリティバーガー、マクロイヤル、これなんか他のところでもあります。なんか珍しいやつ。
ソーセージバーガーとかあんまりでも珍しいやつなさそうですね。このプロスペリティバーガーっていうのが結構高いですね。あんまり珍しそうなやつはライス、こういうの、これメシアとかフィリピンもこんなのありますね。セントラルマーケットに来ました。さっきのグラブの兄ちゃんですけど、日本語を喋れて、しかもなんか自然な日本語だったんで超美味しい、超うまかったですね。あそこにまだいますけど。はい、下をくぐれって言ってますね。タカっていう、なんでタカって書いてあるかよくわかんないですけど、ちょっと下に行ってみたいと思います。ここなんかフードコートみたいなのもあるらしいんで、多分安いのかなと思います。こういうショッピングモールもありますね。なんか古い骨董品みたいな匂いしますね。急にドーンとこんなに広い場所がありますね。全然お客さんがいないですね。はい、ちょっと見てみたいと思います。ソーホータウン Everybody takes you home だそうです。すごいなんかめっちゃおしゃれやのに全然人いないんですね。平日やからですね。もうでも夜の7時半なんで火曜日ですけど、日本ソフトクリーム、デザートだけしかないから。でもこういう春巻きもありますね。サトウキビジュースとスプリングロールヌードルを注文しました。先にちょっとこのサトウキビ飲んだんですけど、ちょっと激甘で全部飲むとちょっとやばいことになりそうなんで、ちょっとやめときます。味はまずスプリングロールは、普通の小さい春巻きです。これは結構揚げたてで美味しいです。で麺なんですけど、ライスヌードルで何もスープがないですね。液体的なやつはこの調味料のやつしかないので、つけ麺のスープがないバージョンです。麺だけです。だんだん食べ進めると、最初はちょっと味気ないかなと思ったんですけど、だんだんこの調味料を少し足しつつ混ぜながら食べると、これはこれでありなのかなっていう感じがしてきました。野菜はそこまでたっぷりとはいかないですけど、日本の感覚で言えばたっぷりですね。ごちそうさまでした。お昼バインミーがすごくでかくてお腹いっぱいになったので厳しいかなと思ったんですけど、全部食べられました。なんか野菜が多かったので、なんかヘルシーになった気分になります。でもこれは無理です。